ダメな管理職はダメな管理職を生みやすいです。はい。本能的に動く人がいるんですよ。このパターンは別に本能型でもうまくいきますし、これがある意味理想ですかね。こんにちは、まんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。お願いします。今日がですね、ちょっと森社長にお伺いしたいのが、最近ダメ上司っていうネガティブ系の言葉をよく聞くんですよ。優秀な社員が昇進してもなぜか管理職になると失敗するケースって結構多いじゃないですか。どうしてこんなことが起きるのかなって思っていて、根本的な要因とか原因みたいなところをお聞かせ願えたらなと思っております。プレイヤーとマネージャーの仕事は全く違うってことですよね。全く違う。簡単に言うと、プレイヤーってやっぱ自分が動いた分だけとか、結果が出るとか、ですけどマネージャーはやっぱ人を動かしてなんぼなので、人を動かすっていう仕事になるわけですよね。全く違うってことが大前提ですよね。なるほど。こんな管理職がやっぱり結果出なかったなとかダメだったなとかっていうと、いろんなパターンももちろんありますけど、プレイヤーで優秀であれば優秀であるほど罠があるというか、自分ができちゃうんで、できるでしょっていう前提、できるベース、できるというベースでやっぱ考えるんですよね。僕も最初そうですし、みんなやっぱそうなるんですよね。でも自分の基準からするとやっぱできない人が圧倒的に多いんですよ。そうするとなんでこれできねえんだよというふうにやっぱ落ちがちなので、そうすると結構強圧的になるというか、なんでできないのってやっぱ言っちゃいそうになる人が結構いるんですよね。なるほど。そうするとやっぱりこう人を動かすっていうことができないので、マネージャーとしては結果が出せないみたいな、こういうことがやっぱありますよね。マネジメントがやっぱうまくないですか？人をうまく動かすことができない。なんでできないのって入っちゃう。そうかそうか。これは結構こう組織のこう人間関係崩壊するみたいなパターンはありますよね。なるほどね。あとそれに近いんですけど、感情と論理みたいな、要はですね、例えば営業で考えた時に、熱血営業部長みたいないるとして、これも良し悪しがあるんですけど、プレイヤーの時ってさっきも言ったようにやっぱ行動をする人が、戦略とか戦術はありつつも、最後はやっぱ結果行動する、行動の結果は結果になるんで、自分が動けばいいじゃないですか。自分が動くというところに本能的に動く人がいるんですよ。キングダム的に言うとですね、本能型か知略型かみたいな人ですね。本能型の人が結構営業系ってやっぱ成果出すわけですよ。自分の成果ね。言語ができないんだけど本能で動いてるから。で、なんでうまくいくかも理論で説明できない人が結構いるんですよ。でも結果出るんです。本能型だからですよね。本能型の人がマネージャーになった時に、同じように本能型でマネージャーやるとうまくいくパターンと失敗するパターンが結構如実に現れる。うまくいくパターンは基本的にはやっぱり会社の風土雰囲気もそうだし、人数がそんなに多くないパターン。要は自分が動いて部下の1対1で自分のだから時間を使って熱量を持って動かしていく。これができると初級はいけるです。人数の初級はいけるです。あとはちゃんとそのチームの中でもブレーンがいる場合ですね。軍師みたいなのがちゃんといる場合ですよ。なるほど。自分は本能型なんだけど、それをカバーしてくれる軍師みたいな存在とか、自分のその本能型を理解して動いてくれる、このパターンは別に本能型でもうまくいきますし、これがある意味理想ですかね。なるほど。プレイヤーで優秀な成果を残す本能型がそのマネージャーになった時に、本能型のマネージャーはうまくいくパターンとボケるパターンが如実に分かれますと。本能型のマネージャーがうまくいかないパターンとしては、いいからやれ、行くぞってなるわけですね。初級はまだコミュニケーションがワンオンワンで取れるうちは人数だったら動きます。でもこれが時間軸を長くした時とか、人数が増えた時にちょっと崩れていきます。熱量がやっぱ伝わらなくなってくるんで。なるほど。その時にブレーンがうまく作れてないと空回りしだしますね。そうするとなんかもう自信も失うし、俺がやったらこんだけできんのにって言っちゃったりとか、俺は昔こんな成果を出したんだしって言いまくっちゃうと組織崩壊になります。なるほど。
本能型でダメなパターンでいくと、よくタイムマネジメントの話でいくんですけど、重要で緊急なことはすごい対応できるんですけど、重要かつ緊急でないことの仕事が下手くそな人もいるんですよ。本能型なんで、要は目の前に来たボールはめちゃめちゃ打ち返そうとするんですよ。だけどどうしたらボールが飛んでこないかを考えるのが苦手なんですよ。なるほど。本能型なんで。目の前に来た危機管理に対してはすごい強いんだけど、火事場のバカ力的にもすごい強いんだけど、どうしたらそのリスクが発生しないかとか、目の前に来る前に来ないように予防をするっていうのが結構苦手だったんですよ。なるほど。そうなってくるとどんどんその部署はめっちゃ世話しないんですよ。でも来たら強いからクリアはできるんだけど、長い時間軸だとみんな疲弊しちゃって、いつまでこれ走ってればいいですかみたいな、ずっとマラソン全力で走ってますよ俺みたいな。なるほどですね。になっちゃうパターンがありますよね。ロジカルなちょっと分析とか論理的思考力みたいなのがちょっと乏しいようですか。人を動かすっていうことに関して、ポイントは1対1で動かすのはその本能型で情熱持ってる方ができるんですよ。しかしながら1対1が薄くなった時に1対1はできるんだけど、1対 N が苦手なんですよ。なるほど。1対 N になるってことは一人一人をちゃんとこうノンバーバルなところを使ってこうやる気にさせられないので、ちゃんと論理的にこれをやります、なぜならば、これはこういうことを生み出します、皆さんにとってもこうやって利得がありますみたいなことを論理的に説明できないと動かないんですよ。だから人が増えれば増えるほどちょっと成果が鈍ってきます。なるほどですね。でも逆にこの熱血型部長みたいなタイプ、本能型のタイプが、知略型の要素を勉強していったら一番強いですね。確かに。それがままならないんだったらやっぱそういうパートナーをちゃんとつける。それが最強ですね。なるほど。これ逆に知略型が先に生きてる人は、後からその本能型を身につけるとすげえ大変なんですよ。本能型的な要素っていうのは人間性とか、情熱とか、無形のものを身につけるわけだから、結構大変なんですよね。論理的なことをある意味勉学で身につけられることも可能なので、こっちの方がやりやすいんですよ。なるほど。だけど論理型、知略型から来ちゃうと、無形のものって論理で答えを解決できないことがいっぱいあって、これを学んでいくとか体得していくって結構難しいですよね。すぐ論理で考えちゃおうとする。だからこの辺をどこ抜けられるかっていうので差が出てくると思いますけど、あとはなんかちょっと違う視点からいくと、新しく管理職になった人が自分の管理職だった人に似ますね。だからダメな管理職はダメな管理職を見やすいです。極端なこと言うと、だからこうね、子は親の鏡って言われるように、親の背中を見ながらやっぱり育ってるんですよ。やっぱり上司のことをよく見てるんですよ、結果的にね。意図して真似してないんですよ。でも似るんですよ。何かあった時の判断基準とか、行動とか、いいことも悪いことも似ますね。ダメな管理職はダメな管理職を生みやすいのかなと思いますけど。なるほどですね。ありがとうございます。本能型か知略型かっていうのをちょっと言葉を聞かれていくと、感情と論理みたいな話と、右脳か左脳かとか、定性的な方が強いのか定量的なのかとか、とか、こういう言葉に比喩して置き換えられると思うんですけど、結局ないものを体得していかなきゃいけない。右脳すぎたら左脳的要素もちゃんと勉強して体得していかなきゃいけないし、感情型だったらちゃんと論理も身につけていかないといけないし、逆もそうですね。論理タイプすぎたら感情をこう出せるようにとかうまく扱えるようにしなきゃいけないし、左脳タイプだったら右脳も使えなきゃいけないし、定性的すぎるところが強いんだったら定量的ところも鍛えていかなきゃいけないし、喋ることも今まで定性的なことばっかり言ってたけど、定量的なことを喋れるようにしなきゃいけないし、ない方をちゃんとこう体得していかないと、マネージャーとしてはうまくいかないです。逆にだからできる上司で置き換えると、今おっしゃってた定性、定量、右脳、左脳とかっていうのはどっちもやっぱ武装してるんですか、そういう人は。結論そうだと思いますね。僕なりの解釈だと、警察ってなるほどって思ったんですよ。警察、行政とか官僚組織とも全部そうかもしれないですけど、要は現場の刑事とキャリアの刑事がいるかもしれないですか。確かに。これってどっちかっていうと、現場の刑事で優秀な人ってやっぱり本当に右脳型、本能型なんですよ。犯人の検挙率とか高い。でもそれを再現性って言われると、いや俺はあいつが怪しいと思ったんだよ
刑事の勘だよみたいなね。現場としてはやっぱこっちの方が優秀なんですよ。なんだけど組織を動かしていくってなると、刑事の勘だよって動かせないんで、確かに論理が必要になってくるんですよね。面白い。キャリアの刑事っていうのはちゃんと学問があるんですよ。論理的に考えられる人がキャリアになるわけですよね。組織がでかくなればでかくなるほど結局重要視されるのは論理の方が重要なわけですよね。だからなるほどそういう仕組みなんだなと思って。確かに刑事がどれだけいくら優秀で、犯人の検挙率がめちゃめちゃ高かったとしても、これに再現性を持たせられる論理を作れる人の方が世の中役に立っちゃうんですよ。どんだけ優秀なノンキャリ刑事が犯人検挙率が高くてもこの人がいなくなって瞬間で終わるんで、その人のリソース分だけしか検挙できないから。それを全体に考えた時にはこれを再現性を持って理論でなぜこの人が検挙できるのかっていうのを理論的に考えてそれを展開できる方が結局いいっていう話になるんですよ。ビジネスも同じでどれだけ優秀なプレイヤーがいたとしても、その人のリソース以上には成果が出せないから、だからやっぱりこれをちゃんとキャッチアップして論理に組み立て直してこれを展開できる人の方が結果影響度が大きいし、だからこの人の今日の給料が高くなるとか、なるほど、そういう論理はそうだよねってなりますよね。確かに警察の例えば本当そうですね。そうですね。だから今の刑事の例から言うとキャリで検挙率がすごい高い優秀なプレイヤーが今度管理職になった時に、指導できないんですよ。現場100回マジで通え、怪しいやつはピンとくるんだみたいな指導になっちゃうからなるほど。目の前の直属の部下はそれで心を動かせるんですよ。だけどやっぱりそれで100人まとめるって結構大変で空回りしちゃうんですよね。ありがとうございます。ダメ上司が次々に生まれる理由としては前提がプレイヤーとマネージャーの仕事は全く違うということですね。それを理解して本能型、知略型、自分がどちらかであれば足りない方をちゃんと体得していく、もしくはカバーしてくれるちゃんとブレーンズを組閣していく。会社としてもそういうことを考えて配置をしていったりとか抜擢をしていかないとマネージャーとしてはダメだったってことがやっぱり起こってしまうので、会社としてもしっかりそういうことを考えていかなければいけないということです。はい、ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。